こんにちは。ステップスポーツみずほ店のみやねです。見てください。私、バッサリと髪の毛切っちゃいました。名古屋に来て約20センチも切ってスッキリできたので、暑い夏をこれで乗り切りたいと思います。今回はみやねがおすすめするシューズをご紹介いたします。それはこちらです。アディダスの SL20 です。今でも何それというお客様も多いかもしれませんが、このシューズはすごいですよ。以前も私が紹介させていただきましたが、そのモデルから新しくアップデートしました。そこで変更点を整理しながら、なぜトレーニングにおすすめなのかをお話しさせていただきます。あまり有名ではないのですが、実は店頭でもトレーニング用として買われているお客様が増えている今、とても注目のシューズです。隠れた名作と言っても過言ではないのかもしれません。この動画では私の考えでのお話がメインとなりますが、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは商品紹介へレッツゴー。それでは前作と比較しながら紹介していきます。まずはアッパーです。前作のエンジニアードメッシュからネットメッシュと呼ばれる柔らかい通気性の良い素材に変わりました。前作は少し厚手で蒸れやすいと感じていましたが、今作になり通気性は良くなったように感じました。ただアッパーの補強が増えているためフィット感が良くなり、横ブレも最小限に抑えてくれます。次にソールを紹介していきます。今回のアップデートで一番の変更点だと私は思います。使用されているクッション素材自体に変更はありませんが、見た目からもわかるように厚くなっています。そして底を見ると前作と同様にコンチネンタルラバーが搭載されております。アディダスといえばこのソールですよね。どんな天候、コンディションでも優れたグリップ力を発揮してくれます。また各部位にパーツ分けされた異なるグルーヴ構造が地面をしっかり掴んでくれます。ただここで大きな変更点、トルションシステムがありません。トルションシステムは中足部の安定感をサポートし、反発の手助けをしてくれる役割があります。これがなくなることで速く走りにくくなったのではと思いましたが、アッパーの補強が強くなったために強く切り出してもブレを抑えてくれるので、自分の感覚を意識しながら地面を切り出しやすくなった印象です。ちなみに重量は27センチで 241g となっています。前作が 230g だったので、数字だけで見ると重たいと感じる方も多いと思いますが、アッパーのフィット感が強いので重量はそんなに気になりませんでした。この後トレーニングのお話をしますが、スピード練習だと少し気になると思います。ジョグや距離走で使う分には他メーカーよりも軽くなっていますので、軽くて柔らかい履き心地で履きたいという人は大変おすすめです。次になぜトレーニングにおすすめなのかを紹介していきます。みやねポイントが2つあります。1つ目はクッション素材です。このシューズではつま先からかかとまで全てライトストライクが厚めに使われております。アディダスといえばブースト素材が有名ですが、最近はライトストライクも注目されています。この2つの素材には大きな違いがあります。素材の柔らかさは同等なのですが、ライトストライクは軽さに優れ、ブーストは反発力に優れています。軽さと反発性のどちらもスピードを出すのには大切ですが、反発力が強ければ設置した時にシューズからの反発を感じやすくて、足を置いただけで前に進む感覚が得やすいです。そして今回の SL20 は反発力よりも軽量性に優れているということで、設置した時にシューズからの反発よりも地面からの反発を感じやすいです。前作よりもミッドソールの厚さが増したことにより柔らかい履き心地になりました。なので正しいフォームで設置して正しい重心移動を意識しないとうまくスピードが上げにくいです。でも言い換えれば
軽い分正しいフォームで走れれば楽にスピードが上げやすくなりますので、ぜひフォームの見直しに使ってみていただきたいです。そして2つ目はこのフラットなソールです。今はミッドフットやフォアフット着地で走りたいという方が多いと思います。私もその一人です。そこを意識する時のポイントとしてドロップがあります。ドロップが少ない、つまりはフラットであればあるほどミッドフットやフォアフットで設置しやすいですし、重心移動をコントロールしやすいです。反対にドロップが多い、つまりはかかとが厚ければかかとから設置しやすくなりますし、重心移動も楽にできます。そのためフォアフットやミッドフットで走りたい方はフラットソールの方が足裏全体で設置しやすく感覚がつかみやすいです。意識的に足裏全体で設置しようと足を持っていきやすいので、先ほどお話しした正しいフォームもチェックしやすいと思います。この2つのポイントをまとめると、クッションは柔らかくて軽いけど反発は強くない素材とフラットなソールによって接地感をつかみながら自分の感覚で蹴り出していく力をつけるのにいいと感じています。これから暑くなって長い距離を走るのが厳しいという時もあるので、正しいフォームで自分の感覚を研ぎ澄ます練習もしていただくのに大変おすすめです。最後におすすめしたい人ですが、結論から言うとレベルに関係なく全ての学生からランナーに使っていただきたいです。短距離でも長距離でも学生でも市民ランナーでも幅広く使えます。ただ先にお話しさせていただきましたが、スピード練習には向いていませんので、使い分けが前提となります。まずは短距離であればダッシュ系のトレーニング以外で使ってほしいです。言い換えればそれ以外では全部使えます。正直クッションが厚めであることと重量を考えるとダッシュはしにくいと思いますが、フラットソールなので動き作りの時にしっかり踏み込めるのでとても使いやすいです。ただ目安としては負担をかけずに走りたいという時に良いと思います。流しや動き作りに関しては精度を高めるならウィンドスプリント2やレーシングスターなどのトレーニングシューズがおすすめです。あくまで疲労が残っている時や直に使っていただくイメージがいいと思います。ちなみに以前ひろいちが紹介していました跳躍アップシューズ特集でも1位を飾るくらい跳躍選手にもおすすめのシューズです。詳しい感覚の話はぜひそちらも参考にしてください。そして長距離やサブ4ランナーに関してはジョグや距離走 LS3 で使ってほしいです。ペースとしてはキロ5分から6分ぐらいが使いやすいかなと感じました。厚底シューズを履くためにトレーニングをされている学生さんやエリートランナーでしたら4分半を切って走るジョグでも使いやすいと思います。ペースを上げて走るときには沈み込みを程よい反発に変えてくれます。ピッチ走法の方は設置時間も短くなるのでリズムさえつかむことができれば気持ちよく走れると思います。でもペース走くらいのスピードだと反発が弱く感じてしまうと感じました。そのためペース走とかのポイント練習などのスピードを上げる練習よりかはゆっくりのペースで自分の感覚を研ぎ澄ます練習の方がおすすめです。冒頭でもお話しさせていただきましたが、今回の SL20 をトレーニング用で使われている方が増えています。決してシューズからの推進力が強いシューズではありませんが、正しいフォームで走ることができれば非常に走りやすいシューズなので、次のシーズンに向けて自分を見つめ直すという意味でも使ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は SL20 をぜひトレーニングで使ってほしいと思い、この動画を撮らせていただきました。いかがでしたでしょうか。これは本当に個人的な感覚の話ですが、個人的に今回の SL20 はナイキのペガサスシリーズと感覚が近いように感じています。特にエアズームペガサス36にシューズはシャンクがないですしフラットです。ク
クッションの柔らかさも似ている感じかなと思いました。新作だとエアズームペガサス38になりましたけど、その前のモデルからクッションが厚くなったために昔の方が良かったという声もたびたび聞きます。もちろん今のモデルでもキロ3分半のペースでまで使えて万能だという声もありますし、実際に厚底シューズをレースで使う人には感覚的にも使いやすいのでおすすめです。でもそのような中でももう少し軽い方がいいという方はぜひこちらを一度履いてみてほしいです。特にエアズームペガサス36が好きだといった方には合うかもしれません。今は各メーカーで様々なシューズが出て次々と進化しております。ただ進化していく中で前作の方が良かったと感じることもあるかと思います。そのような際にはぜひとも同じメーカーにこだわらず他のシューズも挑戦していただきたいと感じました。最後にこの時期はトレーニング用にシューズを買い求める方が大変多いです。万能に様々な練習が使えるモデルもいいですが、明確に目的意識を持ってそれに合うシューズを練習ごとに使い分けることでより効果的な練習ができます。何度もしつこくなりますが使い分けを意識して練習を頑張ってみてください。それではこの動画につきまして高評価、低評価、コメント、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたの動画でお会いしましょう。さよなら。また見てはんよはい、最後までご視聴ありがとうございました。ステップスポーツ体店のマキです。はい、ありがとうございます。自分も結構髪の毛は切ってるんですけども、女性が髪の毛を切ると話題になって、男性が切るとそんなに話題にならない。これって一種の男女差別なんじゃないかとちょっと思っております。こういう話は置いておいて、今回紹介させていただいた SL20 というシューズ、とてもシンプルです。ただシンプルがゆえに市民ランナーの方も学生の方も幅広く愛用していただけるトレーニングシューズだと思っております。なので皆さんぜひ店頭で一度手に取ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。